おお、勝つんだ。碧山って稽古場めっちゃ強かったんですよ。めっちゃ強いです。噂によると止まらないです。止まらない。止まらないですもう。勢いすごすぎて。っ稽古場やばかったらしいです。て言うよね。なんか知らんけど動きが腹立つな。柔らかさありますもんね。柔らかいですよ。柔ら柔らかさが。ちなみに小野川親方は横綱決めた一番っていうのはどんな？親方チャンネル。親方チャンネルでごはい、ざいます。親方チャンネル。はい、ということで、はい、今日はですね、はい。現親方衆の春場所を見てみようということで、まあ明日からはい大阪場所始まりますね始まりますけども、どうですか大阪来て、美味しいもの食べました？食べようかなやっぱりお好み焼きですよね。焼きそばとか。焼きそばとか、はいね粉物ですよ。粉物ですね粉物天国ですからね。はいというわけでございまして、じゃあちょっと振り返っていきましょう。最初平成31年7年前なんですけど、皆さん7年前って何してましたか？まだふさふさだったな俺。おお、なるほ7年前は現役ですよね。いやもう引退して。引退してちょっとふさど。ふじゃあふさふさでもないってことですよね。さ。はい。いや薬飲んではいふさふさになりだして、はいここだけ生えてこなくてなんでかなと思ったらアシンメトリーに生えててなるほど。外傷性は治りませんって言われた傷ついた時です。はい。親方チャンネル。はい、それでは、平成時代で最後の開催となった場所、関脇貴景勝が再度の大関取りに臨み11勝5敗で大関昇進を決めた場所。あ、俺これ先発だったわ。平成最後だから。最初の取り組みですね。西十両11枚目安美錦、今の安治川親方ですね。と西十両8枚目千代の海の取り組みです。これで音もねあるわけですね。やっぱでかいね。でかい。でかかったよ味がでかいよ。おお、待ったしてね。もうベテランの技ですね。顔でしたね。顔頭を押さえつけてましたね。押さえつけてですね。何回も食いましたこの辺り。同じくうまいですよね。うまいね。タイミングな。がね。上手ですよね。俺もう逆に俺はたかれたことないですよ。はたいたところを一気に持ってかれるんですよ。あ、逆に、は頭の位置をさ、しばらくずらされるんだよ、こっち側にずらされて食いましたね。次の土俵いきたいと思います。前頭8枚目朝乃山、西前頭15枚目の琴恵光、現小車親方でございます。面白いな、昔の土俵面白いですね。でもあんまり変わってないですよね。なんかサイズ感も。確かに。おお、勝つんだ。すごっ。力強いね。まだちっちゃいけどパワフル。いいね。いいところですよね。琴恵光どうですか。当たったことありますか。あるんだろうけど、あんのかな。最後の相手琴恵光に負けてこう引退を決めたんですか。決めた。引退しました。すぐ思い出の。思い出の本当に思い出の一番。本当に思い出の力士でございます。はい、次、前頭15枚目石浦現間垣親方ですね、はいと西前頭7枚目宝富士の現桐山親方の取り組みでございます。体すげえ体してるの石浦。すごいな。ムキムキじゃないですか。ねねえ、ムキムキです。離せない。つけてつけて。やっぱこれ左上手なんでしょうね。左使うとね、左差して俺宝富士めちゃ苦手だったっすね。やりにくかった。めちゃやりにくかったっす。前頭11枚目明生と西前頭1枚目の遠藤現北島親方です。明生も長いな、こうやって見たら。長いっすね。うまいね。右を取ったらうまいね、やっぱね。これ7年前で何歳ですかね、遠藤とかって。25とか。今何歳なんだろう、遠藤って。
ただいま35歳、7年前28歳。28歳。若いね。はい次行きましょう、お次東前頭筆頭の海星現友綱親方ですね。あと東前頭4枚目栃王山の現清見方親方。はい。うわー懐かしい。なんかこの2人とかもう世代ですもんね、やっぱ、我々大阪場所か。俺が入ってうまいね。ちょっとひねりながらすくいながら。海星重いけどね。海星重い重かったっす、海星。重いんだ海星が。なんか栃王山の相撲って感じですねこれね。そうね日本入ってね。私入って立ち合いがまだ早かったですね清見方が。一時こうなんかこうずっとフラフラしてたよねお次は大野賞。お次西前頭5枚目大野将と西小結北勝富士現大山親方です。はあ悪そうな顔して出てきましたよ。大野賞ってまだ若いもんね。30ぐらい。そうでしょうねまだ。貴景勝と一緒ですね。大馬力。いい相撲だったけどな。いい相撲でしたけどいい相撲だったけど負け方も良かったです。負けも気持ちよかったですね。豪快でしたね。いや逆にね大山良かったのね。手が伸びてたね。じゃあお次はい。行かせていただきます。東大関栃ノ心東関脇貴景勝現湊川親方。はあ別人。別人マジで別人。確かに。何があったの。すげえな。ムキムキだなこうやって見たら。肩メロンだや本当に。ば知能心体えぐいな。えぐいわ。おおいい相撲。今考えたら恐ろしいですね。栃ノ心に勝ち上げられるって本当だよね。でも頭恐ろしいですよ。事故っすよ本事故だよ。力強かったもんな当。知能すごい心。わ。お次いきます。はい東大関高安対するは西大関豪栄道現武隈親方です。やっぱ今も現役ってすごいですね。めっちゃすごいですよ。すごいわ。高安とかとも最前線ですもんね。三役戻って。今すげえな長いよな。いい相撲取るわ。おお。大関同士の相撲を見て言うのもあれですけど、いい相撲取りますね。攻防があって、あるねやっいいぱね。相撲取りますよやっぱ。それお客さんも湧くわな。すごいわ。ねというわけで、7年前の相撲でございました。はい。はい。いや面白いな。面白いです。これすっごい面白いですね。いい取り組みですね。親方チャンネル。お次はい。 9年前いきますか。先場所初優勝した稀勢の里が日本出身力士で19年ぶりの新横綱となり17年ぶりの4人横綱となった場所、稀勢の里が2場所連続2回目の幕内最高優勝を飾った場所。あこれね、この時ね、あの時ね。KBC で見てたやつ。はいはい。は小手投げで。いね、東十両11枚目北大輝現小野川親方と西十両7枚目天風でございます。天風も10だもんね。そうだよねね。関取だもんね。でかいな。小野川親方だいぶもう元気なくなってきたぐらいですね。はい。もう元気ないですよ。このこのね後引退ですか。この次の年の初場所で引退したんで、お1年後ぐらいに引退ですから。鮮やかだな。鮮やかですね。鮮やかな省エネ相撲。鮮やかな変化。鮮やかな省エネ相撲で。これ千秋楽は何勝何敗で迎えたんですか。知らねえっす。知らないですね。でも11枚目だから結構、まあ切羽大事なあれだったんじゃないですか。詰まってたんじゃないですか。これはもうはい。逼迫して。そうですね。この一番が大事ですからね。やっぱり来場所に向けて。ですよね
死に物狂いでしがみついてる時ですねこれはもう。西十両13枚目力士懐かしいと対するは西十両3枚目豊響現山科親方です。よー頑張れ。平成の猛牛。力士心っていたな。ちょっと前足怪我しますね。いやいや右腕です猛牛だから。猛牛だから。おーいいぞ。これ重量優勝した時ですね。あ多分これ優勝したこの後多分決定戦かなんかで決定戦も誰と。巴戦ですね。朝乃山と大砂嵐。結構強いとこ。はい、じゃあお次東前頭12枚目佐田の海西前頭8枚目隠岐の海の現君ヶ濱親方です。佐田の海長いな。長いね。でも佐田の海あんま変わんなくないですか。見た目変わんなくない。全然変わんないですね。維持できたのもすごいね。38歳で。東前頭14枚目妙義龍振り分け親方と西前頭6枚目碧山の現岩友親方です。碧山って稽古場めっちゃ強かったんですよ。めっちゃ強いです。噂によると止まらないです。止まらない。止まらないですもう。勢いすごすぎて。っ稽古場やばかったらしいです。て言うよね。しかもなんかいい意味で空気読まないから一発目からもうガンガン突っ張ってくるって。次東前頭6枚目千代の国現佐野山親方と東前頭15枚目徳勝龍現千田川親方でございます。徳勝龍も優勝してますもんね。してますよ。14勝1敗で。千代の国なんじゃね。ザ千代の国思いっきりいいですよね。思いっきりですね。最後の土俵人生をかけた逆転の投げをすごいじゃないですか。逆転の掛け投げとかするじゃん。結構ヒヤヒヤしてみてた。いやいやでも危ないですよね。あれもやっぱもう勝ちにやっぱりね、見てる方としてはね気持ちがいい。気持ちいいけど。東前頭8枚目海星海星現友綱方と西前頭筆頭の勢い現春日山親方でございます。重いよ。海星とか来るわきついなって言った途端やっぱご当地だしね。ね、応援が力出るんだろうね。この2人もやっぱいい体してるもんな、でかくて。いいね。もうちょっと身長欲しかったな俺もな。東関脇琴奨菊現秀ノ山親方。お次東前頭4枚目吉風現中村親方です。これもなんか名勝負になりそうな予感しますよ。ポンポン。あ、左打つ。左打つになるとね、秀ノ山親方がやっぱ。ね、やっぱそうです。専門ですもんね。ですね。西大関照ノ富士現伊勢ヶ濱親方と西横綱稀勢の里現二所ノ関親方です。
西方横綱稀勢の里。気合入ってんな。やってやるみたいな感じすごいですもんね。よかったよね。すごいっすよ。ね右手だけで。すごいわ。怪我してるからって勝てないわけじゃないじゃん。なんかやっぱこ逆パターンもありますよね。相手がすっごい怪我してたら負けれないと思っちゃうじゃないですか。うなんかそれで負けちゃう時あるよね。そうそうそう。わかる。あれ嫌だよね。連敗してたりとかね。調子悪い時。はでもすごいよな。12年前です。 12年前。はい、大関鶴竜が14勝1敗で初優勝し第71代横綱昇進を決めた場所でございます。東十両10枚目清楼、懐かしい、西十両13枚目秋瀬山、現井筒親方です。懐かしいですね。最初に正論。マジ残って残って体のみっちゃんこっから強いからね。しぶといんだよ。結構しぶといんだよ。別に残っておーしぶとい。下で取ったらですね。うんしぶといんだよね。腹立つわ。なんで知らんけど。知らんけど。ハンカーと知らんけど動き腹立つな。柔らかさありますもんね。柔らかいっすよ。柔らかさが西十両9枚目肥後之丞と西十両の朝赤龍、現高砂親方です。同級生。あ、同級生。へえ。こんにちは。懐かしいね。ねえ、肥後之丞あれ学生からですよね。学生。でもちょっと苦労して上がった感じです。ね、熊本出身でね。次いきますね。東十両3枚目時天空ですね。元間垣親方でございます。東十両11枚目若幸雄、私でございます。現白根親方でございます。はい、時天空もいたな。立ち合いいろんなことやってくんだよな。ね、何するか分かんないです。そうそうそう。おお、いい相撲。余裕はたかず前に出ることもあるんですね。前に出ることありますよ。それあるんですね。たまには出ますよ。たまには。はい、殿下の方と叩き込みだけじゃねえと。そうですよ。やっぱこの前に出るのを見せることによって相手が警戒しますから。そういうことね。はいいい相撲です。はい、じゃあ行きます。東十両2枚目朝日賞、ね、元振り上げ親方ですね。はい。東十両9枚目総国来、現嵐親方です。遅っ。遅いね。そうなんか昭和の相撲さんみたいなね。体型が。おお、幕は塩幕。ハス。大物だった。
白熱の相撲でね白熱しましたね。お次いきますか。ほお待たせしました。西十両11枚目大気砲と西十両筆頭玉須賀現大竹親方でございます。お願いします。お相撲一番にてお帰ああ懐かしい。すごいね。すっごい勢い。会心の相撲でしたね。ねめちゃめちゃいい相撲でしたね。左刺さって。玉飛さんね、頭硬いのよ。かまさないかあんまり。いや一回ありますよ。一回かましたんですか。かませました。俺も硬いっていうか、こいつも硬いな頭。言ってんだ。次いきます。東前頭16枚目鏡王西前頭16枚目里山現千賀野親方です。千賀野親方もね相撲上手でしたよね。やりにくかったな。ザ・島相撲っていう潜り込んで潜ってね。いや、この体で幕内いたよね。確かに。おお今とあんま体型変わんないじゃん。なんか、確かに変わんないでしょうね。見た目あんま変わんない気がするもんね。いや、いきますね。はい。東前頭10枚目妙義龍ね古脇親方です。次東前頭8枚目極天鵬の、現大島親方でございます。おおおおめっちゃいい相撲。刺さりましたね。刺さりました。離れてもいいしね。手のね。パッともいけるし。はい。いい相撲。面白いですね。面白いね。振り返ってみると、昔はね。じゃあお次の相撲いきますか。東大関鶴竜の現音羽山親方と西大関琴奨菊現秀ノ山親方の取り組みです。これ優勝。で横綱と。横綱のとこですね。やっぱいい相撲取りますね。いい相撲取りますね。ですねち。なみに小野川親方は横綱決めた一番っていうのはどんな。とっくりだけだったかな。いや、ない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 。とっくりだけ、顔つかんで。とっくり横綱。親方チャンネル。というわけで、いや面白い。今もちょっと面白そうですよ。27年前、大関武蔵丸の武蔵川親方が13勝2敗で幕内最高優勝を飾った場所です。じゃあ行きますか。東前頭8枚目仰木山の枝川親方と東前頭8枚目栃の若の現春日野親方です。テレビで見てた人たちじゃん。本当っすよね。本当そんな感じだよね。だからもう若いな。はい、お次行かせていただきます。はい西前頭9枚目浜之島の現尾上親方と西前頭7枚目巌流の現山響親方です。すごっ。細いね。
きということで。いいですね。やっぱお上手ですね。ですね、やっぱね、中に入るのうまいですね。次行かせてもらいます。西前頭10枚目琴龍ですね。元琴龍親方。西前頭4枚目玉春日現片野波親方です。いや本当テレビで見てたやつですよね。テレビで見てました本当に。中学2年ぐらいかな。うわ、結構いなすの上手な相撲ですよね。そうですね。まあ面白い。面白いな。次ちょっと面白いですよ。西前頭5枚目栃ノ灘現竹縄親方と、西小結2枚目海洋の現浅香山親方です。左四つ対決。浅香山親方とかやっぱずっと大関みたいな、イメージありましたけど、入門した時小結だったんですね。本当だね。若い。若い。おお、痛そうだな。長関左やったけど寄り切りですね。強っ。長関結構やられてましたね。結構やられてましたね。顔バチン張られてた。次行かせていただきます。東小結栃東の現玉の親方と東小結2枚目秋ノ島の現高田川親方です。うわすげえ体してるな。ー見てたやつよね本当。見てたやつだよ本当に。面白いわこれ。こうやって改めて見ると。今玉の親方めっちゃ立ち合い早くなったっすか。早かった。パーンって。高田の頭上げないもんね。はい、じゃあお次いきます。はい。東大関武蔵丸の現武蔵川親方と西大関貴ノ浪の19代目音羽山親方ですね。うわーこれもう本当テレビよねこれ。僕多分 YouTube とかで初めて言うかもしれないですけど、入門して武蔵川親方の腕見て入る世界間違いだと思ってた。わかる。俺も終わったわと思って、俺も絶対勝てねえわと思って。なんか大きさを見て迫力を感じてさ、わかる。死ぬと思いました本当に。わかるわ。この時生で見てるんですもんね。生で見てああそうよね。た。そうそう。なんか本当なんか腕が丸太っていうじゃない。丸太だった腕が丸太なんですよ。やばーと思って。200キロぐらいあったんですかね。この時。じゃあないやもう200キロあるんじゃないかな多分。でかいよな本当。でまだ大関なんですよねこの時はまだ。そうです大関。大関同士か。おお。なんかこう200キロあるけどデブって感じじゃないよね。締まってる感じするもんねやっぱ体が。張ってるっすね。張ってる。
なんかボディービルダーを解説するチャンネルあるじゃないですか、結局力士やばい説っていうのが動画があって、武蔵丸関の相撲の絵が出てきたんですよ。背中見てください、よく見てください、これやばいっすよとか言ってうわ広がってて、だからなんか太ってるだけに見えるけどこれもう絶対めちゃめちゃついてますよこれとかっていう解説をする動画がありました。親方チャンネル。はい、というわけで、お次いきたいと思います。次も面白そうですね。これ昭和60年、41年前の千秋楽ですね。当時白羽親方は生まれたてですね。生まれたて。いや1歳ですね。1歳。朝潮が13勝2敗で幕内最高優勝を飾った場所でございます。はい、西前頭11枚目霧島現陸奥親方と西前頭9枚目海輝友綱親方です。元ですね。すごいなこれ。これ思い出の土俵のやつですね。思い出の土俵だね。すごい出し投げ。俺が初めて見た時のこの陸奥親方は大関でしたもんね。和製ヘラクレスって言われてましたよね。言われてました。筋肉質で。西前頭8枚目高見杉現常盤山親方と西前頭7枚目栃鶴。栃鶴さんは結構小柄なんですね。時山さんでかいですね。でかいですね、こいいね、面白いね。面白いな。これ貴重な映像ですもんね。れ確かに。次はですね、東前頭9枚目大樹山現花籠親方と西前頭2枚目神岳17代の春日山親方ですね。なんかこの寄り方とかもさ、昭和な感じ。なんかわかる。残し方とかなんか残してなんかつま先で残すけど、なんか横にスライドするように寄っていくとかさ。その間小野親方の残し方結構昭和でしたね。潔悪いだけでしょ。潔悪い。昭和の残しでしたね。次いきます。東前頭13枚目佐田の海ですね。13代目の高野親方、西前頭大野国現柴田山親方でございます。お父さんやね、佐田の海の、はい今の佐田の海のお父さん。なんかそっくりですよね、土俵上の動きとか。所作がなんか似てるんですよ。体つきも佐田の海じゃないですか。いやこれ顔隠したら佐田の海やん。やそうですっぱ体型って似るんだね、親子で。似てる。似てるよね。うわ豪快。ちょっと相撲も似てる感じですね。中に入ってさっと攻めるような。腰重そうだね。ぶつかり稽古絶対胸出してほしくない。絶対嫌だ。次すごい。東関脇星現八角親方理事長ですね。はい。と西大関張り出し琴風8代の小車親方、今解説されてます。はい小車親方の取り組みでございます。これすごいですね。この取り組み。
なかなか見れないですね。すごいな。まず関脇なんですね、なんか思い出の。面白いこれ。ね面白いですね。いいですね。いやもう明日からもこういうね、好取組が見れるんじゃないの？またこれぐらいの熱戦をね、明日また見れますよ期待して、青錦も綱取りですから。そうですね。はい、またこれがねつながれてまた何十年後かにね YouTube やってるよって親方衆が昔の3月場所見てみようって言ってかもしれないですね出てくるかもしれないですね。というわけでございまして、明日から大阪場所皆さん楽しみにご覧ください。はいありがとうございますというわけで本日は親方衆の3月春場所を見てみようのコーナーでした。はいどうもありがとうございましたこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、グッドボタンハイプなどなどよろしくお願いします。お願いします。さようなら。また見てください。おおきに。